皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは秋についてお話ししていきます。秋。皆さん、秋は好きですか？もう気づいたら日本も涼しくなってきました。なんかね、多分このポッドキャストが上がるのが少し久しぶりだと思うんですけど、一週間弱くらいかな、空いちゃったんですけど、この前ポッドキャストを撮った時はまだまだ暑かったんですね。すっごく暑くて35度とかだったんだけど、もう今日はなんと24度とか、高くても30度くらい、すごく涼しくなりました。で、最初になんでこんなにちょっとポッドキャストが久しぶりになってしまったかというと、すごく最近忙しいんですね。嬉しいことに新しい生徒さんがたくさん私のレッスンに来てくれて、それですごく忙しい毎日を過ごしてました。もう本当に嬉しいです。幸せですね、ものすごく。で、それと、あともう一つは、先週末先週末ですね。この前の週末、土曜日と日曜日に、大阪じゃない、東京に行ってきました。東京に行ってきました。で、なんで東京に行ってきたかというと、東京である韓国の俳優さんのイベントがあったんですね。その俳優さんのイベントに行くために奈良県から東京まで行ってきました。で、やっぱり遠いから一泊二日してたので、それもあってちょっとポッドキャストが撮れてなかったんですね。なんだけど、ちょっと久しぶりにお休みをいただいて、のんびり過ごしてきました。美味しいものも食べて、で、韓国の俳優さんとハイタッチして、もうね、すごく楽しい週末でした。皆さんも楽しく過ごしてましたか？で、話が逸れてしまったんですけど、今日は秋についてお話ししていきますね。東京の秋はすごく涼しかったです。外をね、歩いてたんだけど、全然汗もかかないくらい、長袖で歩けるくらいには涼しかったです。さすがに外をこれで歩くのはまだ早いんだけど、ちょっと長袖のシャツとか、それぐらいだったら全然歩けるくらい涼しいです。もう私はね、秋が大好きなんですね。なんでかというと、秋はすごく景色も綺麗だし、服も可愛いし、ご飯も美味しいし、涼しいし、最高なんですね。私にとって。私は暑いのがあんまり得意じゃなくて、外にあんまり出ないんですけど、秋になったら朝と夜にお散歩に行きたくなるぐらい、それくらい外が好きになります。で、秋って聞くと皆さん何が思い浮かびますか？私はさっき言ったように景色とかなんですけど、やっぱりオレンジとか赤とか黄色、茶色、そういう色が思い浮かぶんですね。秋って言ったら。で、なんでかというと、皆さんもみじってわかりますか？もみじ、紅葉ですね。紅葉。外に行ったら、秋になると木の色が変わりますよね。木の葉っぱの色。葉っぱの色が夏は緑だったけど、それが赤色になったり黄色になったりしますよね。で、それがものすごく綺麗なんですね。秋といえばそのイメージがあって、私は色が真っ先に思い浮かぶんですけど、もうこれは5年前くらいかな？ 4 年前くらいかな？友達と京都に行ったんですね。秋の京都に行ってきたんですけど、それがもうすっごく綺麗で、お寺から見たんですけど、紅葉がものすごく綺麗なんですね。ちょっとね、お寺の名前忘れちゃったけど、すごく有名なところです。多分、
私の動画を見てくれてる人の中にも行ったことがある人がいらっしゃると思います。で、そこに友達と行って、歩いて、もうたくさんたくさん歩いて、お参りして、で、景色見て、そんな感じで過ごしたことを今でも覚えてますね。もうかなり前なんですけど、そのことはね、1年に1回くらいしか最近は会ってなくて、でもまたどこか出かけたりしたいですね。もうやっぱりなんか年を取れば取るほど、そうやってお昼に遊ぶことがすごくなくなってしまうんですね。絶対に居酒屋に行ってしまう。居酒屋に行って、ただただお酒飲んで喋るみたいな感じになってしまうんですけど、でもやっぱり友達と普通にお昼から外で遊ぶっていうのもすごく楽しいですよね。またしたいですね、いつか。で、次にお話ししていきたいのが音楽ですね、音楽。私は季節ごとのプレイリストがあります。春の音楽、夏の音楽、秋の音楽、冬の音楽。そんな風に、結構シーズン、季節で聴く音楽が変わるんですね。これは別に特に理由はないんですけど、なんか夏っぽい音楽とか秋っぽい音楽とかあるじゃないですか。冬になると恋愛ソングが聴きたくなったり、そんな感じのことが私には起こるんですね。で、秋になるとどんな曲が聴きたくなるかというと、暖かい感じの音楽ですね。なんかゆったりした感じ。なんて言うんだろう。木の下で本を読みながら聴きたい感じの曲。私はそんなおしゃれなことしたことがないんですけど、でもそんな感じの雰囲気の曲を聴きたくなります。なのでいつも朝から後ろのスピーカーで YouTube を流すんですね。YouTube で秋の音楽っていうのを調べてよく聞いてますね。最近はね、なんかギルモアガールズってわかりますか？ギルモアガールズのなんか YouTube のプレイリストみたいなのがあって、秋のギルモアガールズみたいな、そういうのをよく聞いてますね。それが私の朝をもう完璧にしてくれます。朝からすごくすごくいい気分で迎えることができて、夜までハッピーな気持ちで過ごすことができます。なので私にとって音楽っていうのはものすごくものすごく大切なんですね。で、私、人とシェアするのが好きなんですね、音楽を。なんか一緒に聴くとかじゃなくて、自分の好きな曲を誰かに送ることが好きで、全然なんか別に特に理由はないんですけど、なんか、なんて言うんだろう。急に送っちゃうんですよ。いい曲だなって思ったら送ったりしちゃう。友達とかにたまに送るんだけど、でもなんか、ね、音楽っていいよね。だから皆さんも、もし秋にぴったりの曲があったら私に教えてください。なんか誰かの好きな曲とか聞くのもすごく好きで、なんかそれだけでさ、いろんなジャンルを知ることができるじゃないですか。今まで知らなかったアーティストとか。だから皆さんが音楽について私のコメントで教えてくれたことがあるんですけど、実際に私ハマっちゃって、どなたかが送ってくれたアーティストさんにハマっちゃって、めっちゃ聞いてます。だからそんな感じで聞きたいから、ぜひぜひ皆さんのおすすめの秋の音楽教えてくれると嬉しいです。でですね、もう話したいことが山ほどあるんですけど、あと香水ですね。私はね、香水も春、夏、秋、冬変えるんですね。プレイリストと同じで、音楽のプレイリストと同じで、香水も変えます。春になったら、なんかお花の香水をつけたくなって、夏になったら、ちょっと爽やかなフルーティーな
香水をつけたくなる。で、秋になったら、なんか、ちょっとスパイシーな感じ？スパイシーな香りとか、あと私が好きな金木犀っていう木の香水をつけたくなります。冬はね、ちょっと甘い香水がつけたくなる。そんな感じで、もうプレイリストも香水も私は季節ごとになんか気分を変えるためっていうか、なんとなく気分が変わるから、いつも変えるんですね。なんか新しいの欲しいなとか思う。なので、このポッドキャストを撮り終わったら、ちょっと香水を見に行く予定です。多分香水を見に行きます。今日は久しぶりのお休みなので、ちょっとね、出かけたい。で、次にお話ししたいのがご飯です。ご飯。これは私が最初からお話ししたくてたまらなかったんですけど、日本語には食欲の秋っていう言葉があるくらい、秋っていうとご飯が美味しいんですね。食欲っていうのはご飯を食べたいっていう気持ちです。そのご飯を食べたいっていう気持ち、食欲がすっごく増えるんですね。食欲がある。とっても。だからもうね、私ずーっと食べてるんですけど、秋になったら。何が美味しいかというと、私が好きなのは、キノコとか、かぼちゃとか、魚あんまり食べないな。食べないけど、秋の魚は美味しいです。で、あと、さつまいもも好きだし、栗も大好き。そんな感じで、たくさん美味しい食べ物がスーパーにずらーって並ぶんですね。で、秋の魚って言ったら、サンマがすっごく人気です。でも、私は魚を焼いて食べるのが少し苦手なんですね。なんか、ちょっとパサパサしてるし、骨もあるし、あんまり焼いた魚が食べられなくて、お寿司みたいに生の魚は食べれるんだけど、なんかちょっと苦手です。そういう焼いたもの、ちょっと硬くなったものが苦手なんですね。でも他の野菜、かぼちゃ、ごぼう、レンコンとか、もう私が好きなものが山ほどあります。で、そういうのでご飯を炊くんですね。炊き込みご飯っていうキノコとか人参とか、あと味付けのだし、醤油とかお砂糖とかを入れてご飯を炊くんですけど、それもすっごく美味しいの。本当に美味しい。だからもし皆さん、日本のご飯食べてみたいなとか、日本のご飯作ってみたいなって思った人は、炊き込みご飯はめっちゃ簡単だから、ぜひ作ってみてほしいです。好きな具材を入れて、スイッチを押すだけ、炊くだけ。だからめっちゃ簡単です。で、やっぱり秋って言ったら煮物がすごく美味しいんですね。煮物っていうのはお鍋でくつ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 煮込むこと。例えば具材を入れて、出汁を入れて、もうひたひたになるまで煮るんですね。で、その煮物もすごく美味しいし、私が好きなのはきんぴらごぼう。きんぴらごぼうっていうごぼうとか、ごぼうですね。ごぼうを甘辛く煮たもの。甘辛いっていうのは甘いと辛い。それがミックスになってて、ものすごく美味しいんです。だからね、秋は本当にご飯が美味しい季節。で、さっき言った栗も美味しいし、さつまいもも美味しいです。さつまいもは焼いて焼き芋にしても美味しいし、あとはお味噌汁に入れても美味しいし、あと私、韓国料理のチーズタッカルビを作るときにもさつまいもを入れます。そしたらめっちゃ美味しくて、食べたくなってきました。また今度作ります。ご飯。韓国料理を作るのがすごく好きなんですね。もちろん日本料理も好きなんだけど、
なんかアジアの料理がすっごく好きで、ベトナム料理も好きだし、インドネシア料理も好きだし、もう本当に美味しいものがたくさんありますね。もうなんかご飯の話したらすごくお腹が空いてきたんですけど、でも秋になったらやっぱり食べ過ぎちゃうから、ちょっと太らないように気をつけます。でも最近はめっちゃ痩せたんですね。皆さん気づいたかもしれないけど、なんかね、8キロ痩せました。ダイエット大成功です。8キロ。すごいよね。自分でも信じられなくて、8キロも痩せれたんだって思ったんですね。で、もう一つ秋で美味しいのは、リンゴなんですね。リンゴ。リンゴは、でも私は生で食べれないんです。生で食べれない。なんか痒くなってしまうんですね。私はフルーツがちょっとアレルギーがあるので、あんまりフルーツを食べることができないんですけど、でもアップルパイ、リンゴは火を通して、これもクタクタになるまで煮て、それでパイを作る。アップルパイが私は大好きなんですけど、小さい頃におばあちゃんがですね、私のおばあちゃんがアップルパイの作り方を教えてくれたので、もうそれがめっちゃ美味しくて、今でも自分で作ります。たまに。1年に1回ぐらいだけど、たまに作ります。それがすごく美味しいですね。秋って言ったらアップルパイが思い浮かびます。皆さんの国にも秋って言ったらこれが美味しいみたいなご飯ありますかね？もしあったらぜひ教えてくださいね。私は海外旅行をするときになんか有名な食べ物を食べたいっていうよりももっとローカルなご飯、皆さんが食べてるようなご飯を食べたいので、ぜひ皆さんの国で秋におすすめのご飯があったら、ぜひ教えてください。では今日はこんな感じで秋についてゆったりお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？今日のトピックはちょっとカジュアルなゆるい感じだったんですけど、もし楽しんでいただけていたらとても嬉しいです。最近ちょっと忙しくて全然動画が作れてないんですけど、ゆったりのんびりこれからも作っていくので、ぜひぜひまた楽しみにしていてくれたら嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。